はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はラブメッセージということで、恋愛や人間関係に特化した内容でお届けしたいと思います。今お付き合いされている方がいるとか、気になっていらっしゃる方との関係性をまず見させていただいて、これから新たな出会いを求めているよという方には5月末までの出会い運として動画の後半で見ますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきましょう。お願いします。ちなみになんですが、特に誰かとの関係性っていうので見るときってそれぞれの状況によってももちろん違うと思うので、当てはまるところだけ受け取ってください。全然違うなと思ったら全然スルーしてくださいね。そしてまたこういったタロットリーディングの結果も必ずしも絶対こうなるっていうふうに思う必要もなく、その通りしなくちゃいけない必要もないので、皆さんがこの結果を聞いた後にご自由に好きなように人生を作っていってくださいね。ということでお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まずどなたかとの関係性から見てみます。はい、忍者。ちょっと無言になりますね。はい。誰との関係性をね、思い浮かべてるかなとは思うんですけれども、今関係性というのは非常に冷静な関係っていう感じで出ています。非常に盛り上がってるとか、感情的に高ぶってとかそういう感じではなく、ダイヤルカーなので強い関係ではありますけども、なんか冷静に関わってるんだなっていうのが印象です。もしくはこれまでの付き合いの中で落ち着いている関係とも言えるかもしれませんね。そしてちょっと今感じるのは、蟹座の皆さんの方がこの関係性に対してちょっと疑いを持ち始めてるっていう感じです。もし何かもうすでに結婚されてるとか、もうビジネスパートナーとして成り立ってますみたいな人であれば、今すぐ関係がどうなるこうなるとかではないと思うんですけども、なんとなくこれまで流れのままにというかね、流れのままにうまくやってきたけれども、本当にこれからの人生のことを考えた時にこれままでいいんだろうかみたいな、そういった真面目な思慮深い思考というものがあり、でもだからといって答えはすぐに出ないことに対していろいろ考え始めているっていうような感じで出てるんですね。でもそれに対して相手はそこまで深く考えてないんですよね。もう別に多少考え方が違ったってそれは当然だし、価値観が同じなわけないしみたいな感じで、ただただ今いる患者さんとの関係の中で楽しさを感じてるよって、ありがたく感じてるよっていうのが出てるんです。相手はもう両方鳳凰にカップの10っていう感じでね、患者の皆さんはカップの7の逆にソードの2の逆ということで、何かしらもっと感情的な確かなものっていうものを感じたくて、でもわからないみたいな、何か答えを自分の中で出さなくちゃいけないとか、何かカテゴリー分けしなくちゃいけない、この人との関係はこうだからとか理由が欲しいみたいな感じがあるんですが、特別理由なくてもこの人が原因じゃないんじゃないかなって感じがします。その今思い浮かべている迷いとか、このままでいいのかなって思うのは、別にこの人との関係に限らずっていう感じですかね。他のことも気になってるからこそ、改めてこの人との関係も見直してるみたいな感じかもしれませんね。で、なんだかじゃあ自分が本当に自分の人生を自分で舵を切っていく、何か方向転換していくってなったらよっぽど頑張らなきゃいけないみたいな、そんな気負いが強すぎてしんどいみたいな感じがありますけども、どうですかね。ちょっと見てみようかな。でもある意味落ち着いてていいんじゃないかなって感じもしますよ。なんかこういう時にいろいろ感じてるといろんなメッセージって入ってくると思うんですよね。例えばすごい興奮してもう死ぬほど好きみたいな、そういう風な状況が決していいとは限らないし、じゃあ落ち着いて愛情に変わっていく時っていうのは静かになっていく時っていうのは今までの情熱がないなって感じるかもしれないし、でも冷静に静かに向き合っていける人なんだなって感じです。そして多少ね、その相手の方っていうのはもともと分かんないですけどね、もともとそんなに相手のことを信用するタイプじゃなかったと。だけど
患者の皆さんのことは信用したんだよと、そしてすごく信頼を置いている、今も幸せだから、もし裏切るようなことがあったら許さないみたいななんかそんな、どっかに自分はこんなに心を開いたんだっていうような感じがありますね。そこまで心を開いてくれるほど、ね、信頼してくれたっていうのはありがたいことですよね。そして患者の皆さんはもっと感情的に私を満たしてよみたいな感じがあります。それだけ信頼を置いてくれてるなら、もっとそれを言ってほしいし、もっと自分に対しての愛情を示してほしいみたいな感じがありますね。感情的に満たしてほしいって感じですね。ちょっと今後の可能性見てみましょうか。今はお互いになんだかやるべきことがあるから、こうゆっくり向き合うとか、こう触れ合うとか、そういうのがなかなかしにくい状況なのかもしれませんね。でもやっぱりお互いに大事なものをなくしたくないって感じがすごくあって、で相手の方非常に今仕事もちょっと乗ってきてるのかなって感じもありますし、いい感じなんですよね。落ち着いてます。で患者の皆さんの方が何かを手放していく方がいいんじゃないかとか、なんか変えていきたいみたいな、ちょうど星の流れでも今年の後半までっていうのは自分の人生をいろいろ整理していく時だから、そういう意味でこの人との関係どうなのかなっていうのをちょっと考えてみたりしてるんだろうなと思うんですが、でもやっぱり今のところはまだね、手放しづらい感じがありますね。手放すことも考えてみるけど、なかなかそうはいかないみたいな。だからこの人との関係を手放すとか手放さないとかどうするっていうのはちょっと置いといて、自分の人生のために何か動いてみよう、一つちょっと何か動いてみようっていう感じでいいと思います。そうすると自然と答えて出てくるんじゃないかと思いますよ。特にこういう大きなテーマに関しては、例えば6月の10日以降、木星が蟹座に入ってくるってなると、蟹座にバーってこう自分自身の人生が拡大していくような、拡張していくような感覚になっていくので、その時にこの人に対してのエネルギーがそこまでなかったら違うのかもしれないし、やっぱりそれ以降も関係してなんか一緒に拡張していくのであればそうなのかもしれないし、今は静かにこの関係性っていうものに重きを置いているっていう感じかな。なんか伝わりましたでしょうか。もし分かった、伝わったっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとね、パートナーがいる方に関してはここまでにして、新たな出会いを求めてらっしゃる方、5月末までの出会い見てみますね。はい、一緒に見てみましょう。どうでしょうか。ソードのナイト逆、そしてカップ5、ワンド5、ストレングス、ソードのプリンセスですね、ページ逆、そしてソードエース、ワンド8逆、気をつけることは対策がペンタクスの7とソードの8と、オラクルはじゃん、カップの3です。楽しい時間過ごせますよっていうふうに言われてますので、誰かと出会うとか言った時に、感情的に満たされることはあるんだなって思います。で、ただそれ1対1の関係性なのかなって言った時には、もしかしたら複数で会うとかそういう関係性の方がちょっと強いのかもしれませんね。でちょっと入り口がソードのナイトの逆なので、なんだか誰かを新しい人をね、なんか見つけようとか、新しい出会いを求めていくってなった時に、こうちょっとそこに自分自身をけしかけるようなエネルギーっていうのがあって、もう絶対なんかいい人見つけてやるみたいな感じとか、なんかリベンジかのような感覚で、いや絶対頑張るって言って、なんかちょっと自分を無理してプッシュして新たな出会いを求めていこうとしてるって感じがあるんです。でもなんか別に無理して自分をプッシュしなくても、もともと持ってる蟹座さんの人を愛する力とか大事に思う力って言ってくださいって感じがあり、今ちょうどストレングスっていうカードが出てるので、これ素晴らしくいいんですね。8というカードが実は3枚も出てます。8というのは本当に愛の力っていうかね、もともとストレングスというカード自体がやっぱり不可能を可能にする愛の力っていうカードがあり、ですので何か蟹座さんが本当に自分の人生を信じるなら、本当に自分自身を信じるなら、そういった新しい道を作っていく力っていうのは自分の中から芽生えてくるし、すでにそれに気づき始めているっていう感じがあるんですね。だけれどもなんかここまでの流れっていうものをなんか自分の中で整理したいっていう感じがあるので、やっぱり理屈というか理由付けが必要っていう感じがありますね。そして、
いろんなものを整理しなくちゃいけないけど、なんかとにかく私は6月から私は本当に自分の進むべき人生を生きるんですっていうふうに決めるだけでもいいと思うんですね。そしたら必要な人っていうのはもちろん出てくるし、さっき見たパートナーさんももしかしたらそうなのかもしれないし、無理やり引き剥がすとか押しやるとかそういうのをしなくても、そしてそのエネルギーで見た時に、特にこの人はいいから置いとくとか、この人は嫌だからなんか遠ざけるとかっていう、そういったことすらもうどうでもよくなるみたいな感じがあって、縁があったら関わるし縁がなかったら関わらないでしょうねみたいな感じになるかもしれません。そしてここでちょっと疑いの気持ちみたいなのも出てきて、自分はこんなにあったかい気持ちで相手に接しているけれども、相手の人はどうなんだろうっていう気持ちも出てくるみたいです。だけどそこでやはりそれを確かめてみたりとか、ソードのエースということでちゃんと切り込んでいく、相手にちゃんと切り込んでるので素晴らしいなと思います。でその後ワンドの8ということでちゃんと確かめにいくっていう感じもあるんですよね。なのでやはりこれ今5月末までっていうことで、まだ木星が蟹座で入る前までの運勢としてあえて見てるんですけれども、でも十分蟹座の皆さん動けてるなって感じがありますよ。やっぱ動き続けることによっていろんな喜び生まれてきますし、状況も変化してくるので、ちょっと言われているのが、これまでなんかね出会いを求めてきたけどなかったとか、なんか違ったんだよなみたいな、そういう思いってどなたでもあると思うんですよね。だけど過去そうだったからといってこれからもそうとは限らないので、ご自身の今の運勢と今の自分っていうものを自分の、例えば見た目とかだけじゃなくね、自分の経験してきたこと、生きてきたこの証っていうものが自分自身の一部として輝いてるわけで、だからその自分で生きていくんだってなった時に必要な人はもしかしたら出てくるのかもしれない。ただちょっとゆっくりめでいいんですよっていう感じがあって、少し遅れるかもしれないなって感じがあるんですね。すぐに分かりますとかじゃなくて、気づくのに少し時間がかかるかもしれないのと、あとここでやはり対立っていうか自分の中での葛藤もあるんだなっていうふうに思うので、何か自分の中でやっぱり整理しなければいけない感情だったりとか状況っていうのがあるなとは思います。だからこそいきなり2人で向き合いましょうとか、はいお見合いしましょうとかっていうよりも、なんか複数人とか誰かに仲介してもらって会うとか、なんかそういう感じがいいのかもしれません。でも実際このワンドの8が出てるっていうのは、やっぱどっかまで行くって、会いに行くとか、なんか出かけてみるみたいな感じがいいので、そんな風に可能性にかけて自分の中にある愛情の可能性っていうものを旅立たせていくっていう感覚で進んでいくと、喜びっていうものは感じられると思います。これ答えになってますかねどうでしょうか。はい、分かったよっていう方はいいねボタンで教えてください。はい、ちょっと最後にもう一枚見てみましょうか。とってもねやっぱり重要なね天気ですから金座さん、これかな。はい、これどうですかこのカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんか注意なんて言ったらいいの、このレッドフラッグが今上がってますみたいな感じで、非常に何か注意深く今起きてることを見てくださいと、その中で注意喚起されていることがもしかしたらあるかもしれない、気づくべきことがあるかもしれないので、これはいいことも悪いことも含めだと思います。なんか例えば自分がすごく自分の中から湧いてくる温かいエネルギー、誰かを愛そうというエネルギーが出てきているのに自分にとってそれを消そうとしてたりとか、なんか違う人にそのエネルギーを注ごうとしてたりとかっていうことでありますけども、でも何かお知らせみたいなのが来ると思うので、これは違うってこととか、これはなんか自分で気をつけなくちゃみたいな、そういったお知らせもあるかもしれません。だからちょっと気づくのが遅くなるかもしれないし、自分で感情を整理しなくちゃいけないことがあるかもしれないけど、ちゃんとねメッセージは届きますよと言われている気がしました。もう一枚だけ引いてみましょうか。なんか気になるもんね。何に気づけばいいの？はい、チルドレンというカードが出ましたね。もしかしたらご自身の幼少期の経験とか昔の記憶とかが影響して、この新しい関係性に対してそれは注意が必要なんだみたいな風に思っているのか、もしくは実際のお子さんだったりとかペットだったりとかっていうものが何か結び目なんていうかな、
逆につないでくれたりとか、関係性っていうのをつないでくれてるかもしれませんね。どうでしょうね。何か感じるものがあれば皆さんぜひコメントで教えてください。はい、ということでここまでにしておきます。最後までご視聴ありがとうございました。またすぐに4月は全体のメッセージをアップしていきたいと思います。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。